こんにちは。今日は私が2025年度版から使ってとても気に入って愛用してるほぼ日ウィークス、またねこの2月の半ばに増えてしまったというお話をしていこうと思います。ほぼ日ウィークスはこれ毎日使うメイン手帳的なハーベストチェックと、あともう一冊オタク手帳用に使ってるものがあって、もう2025年度版で2冊使ってます。こっちは2019年に発売されてたクリアカバーをつけて使ってて、でこっちのさくらんぼの方はウィークスメガを買ってるので、クリアカバーってウィークスメガにもつくのかな、ちょっとキツキツになりそうなので、こっちはまだカバーをかけずにこのバンドで留めてます。これもほぼ日で売ってるリベットバンドです。これかわいい。こんな感じで外せるやつ。私去年の2024年はほぼ日ウィークス使ってなくて、2025年度版から使い始めたんだけど、それがねとてもなんかよくって、一度2019年にこのカバーを買った年にもほぼ日ウィークス使ってたんだけど、それはすごい挫折して使い切れなかったから自分的に苦手意識があったんだけど、このカバーがさとても可愛くて、先にこっちを買ったんだけど、これを使って後ろのページに雑記を書いてるんですよ。これはオタク的な雑記を書いてるんだけど、それがねとても楽しくて、で普段使い用の手帳もウィークスにしてみたら、それもとてもなんか使いやすくて、とても気に入って毎日使ってます。私のウィークスはよくほぼ日ウィークスインスタとか YouTube で綺麗にデコをして可愛く使ってる方が多いと思うんだけど、私はそんなことは一切せず、ただただ文字をメインで埋めていくっていう雑な使い方をしています。今週のページはこんな感じ。すごい白い時もあれば、こんな風にみっちり文字だけで埋めてる時もあります。このね文字だけでこう雑に書いていくのはとても私に合ってるので、毎日楽しく書いてます。書いてない日もあるんだけど、白いとこは白いとこで別にあってもいいかなっていう感じなので、そういう感じで使っていて、でウィークスの私的に一番楽しいポイントは後ろのノートページなんですよ。ここに私どっちも雑記を書いてるんだけど、こんな風にウィークスの方眼って 3.55mm の本当に小さい方眼なんだけど、このね小さい方眼に文字をみっちり書いていくのがとても楽しくて、この雑記は結構こんな感じで続いてます。でこっちは自分の思った時とかその日のこととかそういうことを書いてる雑記で、たまにこんな感じで購入品を貼るだけの購入品記録をつけたりしてます。こんな感じで本当に文字だけ、シールとかも貼らずに、唯一の装飾はここ後で見返したいところにここにタイトルをつけて、で蛍光のボールペンで囲ってるくらい装飾といえば。でこっち側のオタク記録用にしてるほぼ日ウィークスはこんな感じで、こっちは写真を貼ったりもしてます。でもだいたいフォメモっていうこれも毎日使ってるんだけど、白黒のレシート用紙に印刷できるプリンターで印刷して、こんな感じで動画の感想だったりそういうのを書いてます。
でここはね結構書けない時もあって、そういう時はこれフォメモで印刷した用紙を折りたたんでここに貼ってるんだけど、こんな感じで伸びてくる。これはスマホにメモしたやつをフォメモで印刷してこうやって折りたたんで貼ってみました。で本当に書くの間に合わない時はこんな感じでスレッズとかあとメモアプリに書いてた感想とかをフォメモでスクショしたのを印刷してそのまま貼ってる時もあります。これ2ヶ月分くらい全然書けてなかったから自分でこうやって印刷して切って貼ってっていう風にやってました。でこの辺から貼り終わって自分で手書きの感想になってます。やっぱねこうやって自分で写真印刷して見ながらこうやって手書きで書いていくのはとても楽しい。でこっちのウィークスはウィークス目がだから217ページあるんですよ。で今使ってるのが115ページだからあと100ページくらいで終わっちゃうんですよ。使い始めたのが去年の11月6日からだから3ヶ月ちょっとで100ページ使ってる計算になるから、どう考えてもこれ1年持たないんですよ。でこっちのウィークスの雑記、こっちはメガじゃなくて普通のウィークスなんだけど、こっちは69ページあるんだけど今日の時点で26ページ使ってて、これももう3分の1くらい使ってるんですよ、2月の時点で。だからどっちも1年持たないなと思って、でこの Weeks のメモページを雑記として使おうと思い始めた時はこの雑記のページなくなったら Weeks に挟めるこの Weeks よりちょっと一回り小さいサイズのノートがほぼ日から出てるから、それを買ってこの辺に挟んで使っていこうかなと思ってたんだけど、この間楽天でいろいろ手帳を探してたらね、ほぼ日ウィークスが 60% オフで売ってるのを見つけてしまって、これ定価が3000円くらいなんですよ。それがね1100円くらいで売っててさ、この日の2月11日の雑記にも書いてるんだけど、2024年の4月始まりのウィークスが 60% オフで売ってたんですよ。で私前々からこのほぼ日ウィークス、このサイズ感とこの外側見た目で一冊メモページだけのウィークス発売されたらそれ買うのになと思ってたんだけど、4月始まりの値引きされたウィークスを一冊雑記帳にすればそれ叶うんじゃないかと思って、これ他のここにも書いてるんだけど、一冊全部メモページにして使ってもいいんじゃないかとこの時思っててさ。でもそれ定価で買ったやつを全部一冊メモにするのはあまりにもなんかもったいないなと思ってやれてなかったんだけど、もう6割引きのウィークスを見つけてしまったらそれやるしかないじゃんと思って、ウィークスもう今2冊持ってるのに去年のウィークスを今買ってしまいました。前置きがとても長くなってしまったんだけど、その買ったウィークスがじゃーん、しかも2冊も買ってしまった。今 60% オフだからさ、もう1冊くらい買えるんだよね、定価で買おうと思えば。こんな感じで去年のほぼ日スプリングのウィークス、これのこのシャツファブリックのリラクシングチェック、これとこれがねずっと欲しかったやつ、これが今夜も線香花火の星フラシ、
これをね買ってしまいました。これとりあえず開けます。こんな感じで2冊開けました。かわいいシャツファブリック、今年のシャツファブリック使ってるから、これシャツファブリックで揃えてみようかなと思って買ったやつ。かわいい水色に茶色と黄色のチェック柄、ちょっとチョコミントっぽくてかわいい。中は別に普通のほぼ日ウィークスです。4月始まり、去年の4月始まりってだけで、これさ、今年2025年度版があったら買いたいなと思ってたけど、2025年度版は出てなくて買えなくてさ、でも可愛いなと思ってたやつを買いました。これ線香花火のとこがさキラキラしてる、かわいい。後ろはこんな感じ、かわいい。ここにさキツネちゃんがいるわけ。このキツネが欲しくてさ、これ欲しかったんだけど、今年のはなかったけど、なんか結局こういう感じで、去年の日付の手帳だけどこうやって変えて嬉しい。めちゃくちゃ反射するから動画に出すには使いづらいんだけど、こんな感じで2冊も買ってしまいました。で、去年の4月始まりのウィークスだから、今年で使える日付が、今日が2月の19日、ここから2月3月で、ここで3月分、3月の最終週で使えるの終わりなんだよね。だから6割引きになってたんだけど、私はねこれを1冊雑記帳として使おうとしてるので、日付は別に関係ないです関係なく使います。で、普段使ってる雑記はこのメモページに、ここにウィークスって1本線があるんだけど、線の左側に日付を書いて、で右側に本文雑記を書いてっていう風にずっと書いてて、で日付が変わっても1行空けて、で話題が変わった時も1行空けてっていう風に、基本的に1行空けて書く、1行空けて書くっていう風に書いてるんだけど、これをね別にウィークスの日付書いてるウィークリーのページにもそうやって書いていいんじゃないかと思って、ここから去年の2月、2024年の2月のページからここ雑記を書いて、でここはメモページとこの作りが一緒だから、ちょっと上下の幅の違いはあるんだけど、この線の位置とかは一緒だからさ、ここに日付を書いて、ここに雑記を書いてっていう風に全然できるから。でこっち側も、この一番最初のページは裏側マンスリーのカレンダーが透けてるんだけど、この2枚目からはこっちの裏側のメモのところがここに透けてて、で方眼も若干透けてるんですよ。ここちょっと見にくいんだけど、こんな感じで裏側のこっち側のページの方眼がここに透けてるから、この透けたところに合わせて書けばこっちの方眼と同じ大きさで文字が書けるようになってるからさ、こっち側はこういう風にここに1本線はないんだけど、ウィークスってここに点が2つついてて、ここで区切って線を引いたりできるから、この左側の点のこっちの左側に日付とかタイトルを書くスペースにして、この右側に雑記を書くスペースにして使っていったら、別に日付無視して一冊雑記のノートにできるじゃんと思って思いついて、いきなり2冊も買っちゃいました。値下げのものってさ、いつなくなるか分かんないからさ、使わなくてもこの本体可愛いなと思ってたから
コレクション的にもできるし、雑記にもできるし、売り切れる前に買っとけと思って楽天で買いました。楽天のほぼ日の公式のショップで買いました。これはほぼ日手帳って1月始まりのやつは秋に発売されてて、その発売前後にロフトで安く売ってるのは見かけたことがあるんだけど、楽天の公式でこのタイミングで安く売ってたからさ、どんなもんかと思って買ってみて、でこれを雑記に使う運用がうまくできたら、また2026年度版のほぼ日が発売される頃に多分ロフトとか楽天とかでも今年のこの2025年度版のウィークスが安く売られると思うからさ、それを買ってまたそれを雑記にしてっていう風にやっていけば、全部このサイズで雑記も普段使う用の手帳も揃っていくんじゃないかなと思ってます。使えればだけど、私手帳は結構コロコロ変えるタイプなので、1年使い続けられるかまだ分かんないんですよ、この2025年のウィークスも。でも今のところ楽しくウィークスに雑記かけてるからさ、使うにしても使わないにしても持っておけば、買えなくなるよりは持ってた方が安心できるから、こうやって2冊も買ってしまいました。これはちょっと手をつけないで置いておこうと思うんだけど、こっち側のシャツファブリックの方はちょっと今どんな感じで雑記を書いていけばいいのか試し書きをしてみようかなと思います。ここが1ページ目。雑記は私いつもフリクションで書いてます。この最近はフリクションシナジーノックの 0.3mm で書くのにハマってます。で、あとタイトルを囲むのは、これはサラサセレクトの蛍光のやつ、これを使ってます。普段使うウィークスに書いてる雑記はこんな感じで、ここに日付を書いて、でここから書くっていう風にしてるので、このフォーマットでウィークリーのところに書いたらどうなるか書いてみようかな。こっちの裏側に透けてる方が1ページ目だけマンスリーの方眼が透けてるから、若干途中からこんな感じでずれてるところもあるんだけど、まあ目安として使っていきたいと思います。今日が水曜日。こんな感じでこの最初の点の左側に日付を書いてみました。ここはね、潰そうかなとも思ったんだけど、そういうことをするとめんどくさくて気軽に書けなくなるから無視します。別に潰さないで、この数字は飾りとして見ることにします。で、ちょっとこの一番左の点のところで分けると、こっち側がここより若干広いんだけど、目安になるのはここぐらいしかないからさ、それは別に広くてもいいかな。で、ここから雑記を書いていく感じ。
こんな感じで書いてみました。裏側にね透けてる方眼に従って書いたらこの線の上にはみ出ちゃったでもこのはみ出るのは1ページ目こう1枚だけだから別にいいかな。次のページからはちゃんとこっち側の透ける方眼とこのウィークリーのラインが同じところに重なるから、ここからは別にはみ出ることもないと思う。でこんな感じでここに日本語版だからこうやってホワイトデーとかそういうのが書いてるから、ここはまあそこだけ避けて雑記を書こうかな。上から書いたら多分見づらいだろうし、修正テープとかで潰すのもめんどくさいから、ここだけ避けて書くと思います。4月始まりは日本語版しかないからあれなんだけど、ほぼ日ウィークスのこれ英語版なんだけど、英語版は祝日表記とかがないから雑記帳にしたら日本語版より書きやすいと思う。こっち側の今使ってるウィークスのノートページ使い終わったら、この試し書きの次からか、ちょっとここやっぱり書きづらいなと思ったらこっちのページからか雑記帳として使っていこうかなと思ってます。これがね計算したんだよね、何ページあるか。ウィークリーのページが全部で116ページあって、でメモページが4月始まりのメモページが73ページあるので189ページ、この4月始まりのは全部ウィークリーと雑記のノートページを雑記として使うとしたら189ページのノートとして使える計算です。で他にもっとマンスリーとか使えばもっと書けると思うんだけど、マンスリーはちょっとまだ雑記を書くとしてどうやって書くかがまだ思いついてない。どうやって書こう。一マス一マス区切られてるから、ここに1個の話題をちょこっとずつ書いていくとか使うとしたらそんな感じかな。今のところは全然マンスリーは使い方はそれくらいしか考えらんないね。このウィークリーのところを雑記帳として使っていけたら、ここももったいないからさ、なんか使い方を考えて使うかもしれない。多分使わないと思う。ここはそのまま空白のページになりそうな気がします今は。ということでこんな感じで雑記帳にしようと思ってウィークス4月始まりの値下げされてるものを2冊買ったよというお話でした。この去年の4月始まり、あと1ヶ月半分くらいしか使えないんだけど、ウィークス使ってみたいなと思って、どんな感じか安くお試ししてみたい方とかは買ってみてもいいんじゃないかな。別にウィークリーとして使わなくても私みたいに全部雑記にして使ってみるのもありかも。でウィークスの後ろのページ4月始まりって1月始まりと違うんだね。こんな感じで今の私にインタビューっていうページがありました。へえ、面白そう。いつか動画撮りながらやってみようかな。こんな感じ、かわいい。こんな感じでした。今使ってるこっちのウィークスのノートページ使い終わったらこっちに書いていこうと思うので、またね手帳タイムの動画とかでこっち使い始めたよっていうのは話すと思うので、もしどんな風に使ってるのか気になるっていう方はまた見に来てくださると嬉しいです。概要欄に私の買ったウィークスの商品ページ
貼っておきます。この2冊以外にも柄なしのノーマルなウィークスは880円で売ってました。でもそれは送料がかかるから結局こっちの1180円のやつとそんな値段変わんなくなるんだよね。こっちのやつは送料無料でした。1冊でも結構悩んだんだけど、とりあえずこの2冊だけ買ってみました。また手帳タイムの動画でこの2冊活躍することを願いつつ、こっちの雑記を早く使っていこうと思います。ではここまで見てくださってありがとうございました。じゃあね、バイバーイ。